レッスン1、日常のテクノロジー。アンナさん、こんにちは。旅行中に接続を維持するのが難しいと感じたことはありますか？こんにちは、ジョン。絶対に。信頼できるインターネット接続がないと、かなり難しい場合があります。全く同感です。ありがたいことに、Wi-Fi を使えばどこにいても簡単に接続できます。それは本当です。Wi-Fi を使うと、モバイルデータを使わずにインターネットにアクセスできます。特に重要なメールをチェックしたり、ウェブを閲覧したりする必要があるときにとても便利です。間違いなく。これにより、データプランを使い切る必要がなくなり、生産性を維持できます。そして、それは仕事のためだけではありません。Wi-Fi を使うと、ビデオ通話で友人や家族とつながることもできます。はい、ビデオ通話は、特にこのような時期に、連絡を取り合うための不可欠な方法になっています。絶対に。さらに、Wi-Fi を利用すると、写真やビデオを他のユーザーと簡単に共有できます。遠く離れていても、大切な人と思い出や経験を共有するのに最適です。まさに、Wi-Fi は、私たちの日常生活におけるコミュニケーション方法や接続方法に革命をもたらしました。確かにあります。もうこれがない生活は考えられません。私もできません。Wi-Fi は、私たちの日常のテクノロジーに欠かせないものになっています。同意した。おかげで、私たちの生活がずっと便利になり、つながりやすくなりました。よく言った。Wi-Fi はまさにゲームチェンジャーです。絶対に。それは私たちの生活や世界との交流の仕方を変えました。Wi-Fi を可能にしたテクノロジーの進歩に感謝しています。私も。おかげで私たちの生活はもっと楽になり、楽しくなりました。間違いなく、Wi-Fi の力を活用して、最大限に活用しましょレッスンに必需品を覚えておく。アンナさん、こんにちは。外出時に忘れ物をする心配はありませんか？こんにちはジョン、いつも。これはよくある懸念事項です。気持ちはわかる。家を出る前にはいつもポケットをダブルチェックするよ。それはいい習慣だ。鍵を忘れて戻らないといけないことがよくある。それは最高の人にも起こります。携帯電話と財布も必ず持っていきます。こっちも同じ。これがないと帰れない。そして雨の日は傘を決して忘れません。スマートムーブ。天気は予測できないことがあります。そういえば、水筒を持ってきますか？絶対に。水分補給は大事です。いつもカバンの中に入れてるよ。それは素晴らしいアイデアです。私も持ち始めるよ。ところで、充電器はどう？そうそう、私はいつも充電器を詰めています。バッテリーが切れるわけにはいかない。それは賢いことだ。ナビゲーションは携帯電話に頼ることが多いので、充電されたバッテリーが必要です。わかりました。バックアップ計画を立てることが不可欠です。
もう一つ忘れられないのはヘッドフォンです。良い点です。音楽やポッドキャストは通勤をより楽しくすることができます。チェックリストに追加しておきます。素晴らしいアイデアです。暇つぶしに役立ちます。ああ、こういう時はマスクを忘れないでね。絶対に、マスクは必須です。万が一に備えて予備のものをカバンに入れておく。それは準備中です。安全は常に最優先されるべきだ。私も同感です。後で心配するよりも、覚えていて必要なものをすべて持っている方がいいです。まさに、整理整頓されていると、不必要なストレスから解放されます。それを身につけるのは良い習慣だ。そうだね。必需品の記憶力の向上に取り組みます。思い出させてくれてありがとう。レッスン3、不確実な時代。アンナさん、こんにちは。最近、予測できないことが起こっていることに気づきましたか？こんにちは、ジョン。絶対に。もう確かなことは何もないようです。気持ちはわかる。私はいつも何かを置き忘れたり、見落としたりすることを心配しています。それは理解できます。すべてが急速に変化しているので、追いつくのは難しいです。まさに、この状態が長く続くと思う？そうだといいんだけど、あなたは物事がどうなっているのか決してわからない。それは本当です。何が起ころうとも、順応し、準備をすることが重要です。間違いなく、不確実な時代には柔軟性が鍵となります。私も同感です。私たちは積極的に行動し、これらの課題を乗り越える方法を見つける必要があります。絶対に、コントロールできることに集中することも重要です。それは素晴らしい点です。未知のことを心配するのではなく、自分たちにできることに集中しましょう。絶対に。どんな状況でも計画を立て、目標を立て、それに向かって取り組むことができます。これ以上は同意できませんでした。ポジティブなマインドセットを保ち、行動することがすべてです。そして、愛する人とのつながりを保ち、お互いを支え合うことの重要性を忘れないようにしましょう。全くその通りだ。強力なサポートシステムを持つことは大きな違いを生みます。そうです。先行きが不透明な時は、お互いに励ましと安心を頼りにすることができます。間違いなく、力を合わせれば、どんな困難にも立ち向かうことができます。絶対に。そして、不確実な状況でも、成長と学習の余地は常にあることを忘れないでください。それは素晴らしい視点です。この時間を成長と改善の機会として使うことができます。まさに、未知のものを受け入れ、旅を最大限に活用しましょう。よく言った。楽観とレジリエンスを持って未来に立ち向かおう。レッスン4、ショッピングプラン。アンナさん、こんにちは。新しい靴とドレスを買おうと思っていました。どう思う？こんにちは、ジョン。それはいい考えです。買い物にも行かなくちゃ。
どこで買う予定なの？ダウンタウンの新しいブティックをチェックしようと思っていました。トレンディーなオプションがいくつかあります。ああ、その場所のことは聞いたことがある。本当におしゃれな服を着ているはずなのに。はい、オンラインで素晴らしいレビューをいくつか見ました。一見の価値はあると思います。間違いなく。普段着できるカジュアルなドレスを探しています。それは良い選択のように思えます。履き心地が良くてスタイリッシュな靴を探しています。ショッピングモールに行くことを考えたことはありますか？普通は多種多様な靴屋がある。それは本当です。モールにはもっと選択肢があるかもしれません。チェックする価値があります。さらに、モールではセールや割引が頻繁に行われます。お得な情報が見つかるかもしれません。それは良い点です。私はいつもお買い得品を探している。私も。良質な商品を割引価格で見つけられるのは満足です。絶対に。そして、様々な店を探索して、それらが提供されているものを見るのはいつも楽しいです。私も同感です。完璧な服を探してちょっとした冒険に出かけるようなものです。まさに、様々な服や靴を試着するのはとてもエキサイティングです。また、ワードローブを更新したり、新しいアイテムを追加したりする絶好の機会でもあります。間違いなく、見た目が新鮮で、着るものに自信を持てるのはいいことです。絶対に。ファッションは自己表現の一形態であり、自信を高めることができます。それは本当です。そして、完璧な靴とドレスを見つけると、とても満足感があります。本当にそうです。ぴったり合う隠れた宝を見つけるようなものです。さて、買い物旅行を楽しみにしています。素敵なアイテムを見つけよう。待ちきれない。一緒に買い物をして、お互いに完璧な商品を見つけるのを手伝うのは楽しいでしょう。絶対に、思い出に残るショッピング体験にしましょレッスン5、可能性を想像する。こんにちは、アンナ。別の世界に住むのがどんな感じか考えたことはありますか？こんにちは、ジョン。絶対に。様々な可能性を想像するのは魅力的です。私も同感です。別の世界には、独自の風景や生き物がいるでしょう。それは無限の探検と冒険の領域に足を踏み入れるようなものです。まさに。そして、その世界では、想像を超えることを体験することができました。それがその美しさです。もう一つの世界は、無限の創造性と革新を可能にします。未来的な建築と高度なテクノロジーを備えた活気に満ちた都市を想像できます。そして、多分浮島や水中文明があるでしょう。それは信じられないですね。私たちは新しい生命体を発見し、息を飲むような自然現象を目の当たりにすることができました。絶対に。別の世界は、アーティストや無双家にとっての天国となるでしょう。アートといえば、
その世界で私たちが作り出すことができる抽象的な傑作を想像してみてください。ああ、可能性は無限大でしょう。抽象芸術には解釈と感情の余地があります。想像力が中心になり、自己表現に制限がない世界になるでしょう。まさに、想像力を駆使して、人々の魂に響くようなアートを作ることができたのです。そしてその世界では、個性と多様性が深く評価されるでしょう。絶対に。私たちの違いは称賛され、みんなの声が聞こえてくるでしょう。ユートピアのように聞こえますよね。私たちが真に自分らしくいられる世界。そうです。しかし、私たちの世界においても、多様性と個性を受け入れる空間を作る努力をすることはできます。そうだね。私たちは、受容とオープンマインドによって、その想像上の世界の一部を現実に持ち込むことができます。間違いなく。お互いに新しいアイデアを探求し、独自の視点を受け入れるよう励ましましょう。これ以上は同意できませんでした。想像を続け、想像し続け、世界をより活気のある場所にしていきましょう。絶対に。一緒に、私たちは夢の美しさを反映した世界を形作ることができます。よく言った。これからもインスピレーションを与え続け、私たちの中にある可能性にインスパイアされましょう。確かに。自分たちだけの異世界に足を踏み入れ、変化を起こしましょう。想像力の力と私たちの中にある無限の可能性に他なりません。乾杯。レッスン6、生産的なミーティング。アンナさん、こんにちは。3階の会議室で会いましょう。こんにちはジョン。それは良い計画のようですね。静かで広々としたディスカッション用の部屋です。まさに、プロフェッショナルな環境を提供し、気を散らすものを最小限に抑えます。私も同感です。中断なく集中して会議を行うことが重要です。絶対に。それで、会議はどれくらいの長さにするべきだと思いますか？議題を網羅し、有意義な議論を行うには、1時間あれば十分だと思います。それは理にかなっているように聞こえます。議題の各トピックに十分な時間を割り当てることができます。間違いなく。効率を上げるためには、計画的な会議を開くことが重要です。完全に同意します。明確な議題と時間管理は、生産的な会議の鍵です。また、事前に議題を配布しておくと、全員が準備を整えることができます。はい。事前にアジェンダを提供しておけば、参加者は考えをまとめることができます。まさに。これにより、私たちは集中力を保ち、全員が同じ認識を持つことができます。また、積極的な参加とオープンな議論を促すことも重要だと思います。私も同感です。誰もが自分の考えや意見を気軽に共有できるはずです。絶対に、さまざまな視点がより良い意思決定と革新的なソリューションにつながります。また、アクションアイテムを割り当てて、会議後にフォローアップすることを忘れないでください。
それは非常に重要です。明確な責任と期限を設けることで、効果的に前進できます。議事録を作成して、後で出席者に送るのもいいでしょう。はい、議事録は参考になり、全員が説明責任を果たすのに役立ちます。これ以上は同意できませんでした。これにより、重要な詳細や決定事項が確実に文書化されます。それでは、3階の会議室で1時間の生産的な会議を目指しましょう。計画のように聞こえます。議論と進展を楽しみにしています。同様に、時間を最大限に活用し、目標を達成しましょう。レッスン7、面接準備。アンナさん、こんにちは。次の就職面接の準備はできていますか？こんにちは、ジョン、絶対に。そのための準備と練習をしてきました。それは嬉しいですね。面接でよく聞かれる質問を調べたことはありますか？はい、質問のリストをまとめ、回答を練習しました。素晴らしい。面接では、十分な準備と自信を持つことが重要です。間違いなく、自分のスキルと資格を効果的にアピールしたいです。それが正しい考え方です。気になる特定の質問はありますか？はい、あなた自身について教えてくださいという質問に答える方法が少しわかりません。ああ、それはよくあることです。これは自分の経歴を簡単にまとめ、関連する経験を強調する機会です。正しい。自分の職業上の業績とスキルに集中するよ。それは良いアプローチです。応募する仕事に合わせて簡潔にまとめることを忘れないでください。私がします。第一印象を強くして、彼らの注意を引きたい。絶対に。もう一つのよくある質問は、課題や紛争の処理についてです。その答えは用意できていますか？はい、持っています。仕事上の課題をうまく解決した具体例を紹介します。パーフェクトだね。面接官はあなたが難しい状況にどう対処するかを見たいと思っています。私も同感です。問題解決能力とプレッシャーの下で網膜働く能力を表しています。まさに。そして、面接の最後には心のこもった質問をすることを忘れないでください。もちろん、企業文化や将来の機会について尋ねると、真の関心が示されます。間違いなく。また、その会社があなたに適しているかどうかを評価する機会にもなります。それは良い点です。それが互いにとって有益な試合になるようにしたいんだ。絶対に。冷静さを保ち、アイコンタクトを保ち、自分らしくいることを忘れないでください。アドバイスありがとうございます。面接に自信が持てるようになりました。どういたしまして。私はあなたを信じている。面接の成功をお祈りします。ありがとうございます。頑張ります。ご支援に感謝します。そうなるのは分かってる。これ持ってるね。
彼らの靴下を脱がせ。歯は全力を尽くします。改めて、ありがとう。どうなるか教えてあげよう。お願いします。あなたの成功を聞いてワクワクしています。あなたは私の全面的な支持を得ています。ありがとう。すぐに話します。気をつけて。気をつけて。もう一度幸運を祈ります。すぐに話しましょう。レッスン8、休暇計画。こんにちはアンナ。私は家族と一緒に休暇に行きます。あなたはどう？こんにちは、ジョン。ワクワクしますね。私も近々休暇を計画しています。それは素晴らしい。どこに行こうと思ってるの？まだ決めてないよ。ビーチに行くか、山の隠れ家に行くか考えています。どちらのオプションも素晴らしいですね。リラクゼーションとアドベンチャーのどちらを好むかによって異なります。まさに。ビーチは静かで、山は息を飲むような景色が大好きです。私も同感です。ビーチは日光浴や水泳に最適で、山ではハイキングや探検を楽しめます。それは本当です。自分の興味や好みに合った目的地を選ぶことが重要です。絶対に。どのくらいの期間休暇に行く予定ですか？1週間休みをとって、存分に楽しんでリラックスしようと思っています。それは良い計画のように思えます。充電して長続きする思い出を作るのに十分な時間を与えてくれます。はい、休憩をとり、愛する人と充実した時間を過ごすことが不可欠です。大切な人といえば、家族や友達と一緒に行きますか？家族と一緒に行きます。絆を深め、忘れられない経験を一緒に作る絶好の機会です。家族での休暇はいつも特別です。人間関係を強め、楽しむ時です。間違いなく、仕事や日常から切り離すチャンスです。絶対に。休暇は私たちが元気を取り戻し、リフレッシュして戻ってくることを可能にします。そして、あなたはどう？休暇には誰と行くの？私は近親者、つまり配偶者と子供たちと一緒に行きます。私たち全員にとって忘れられない時間になるでしょう。それは素晴らしいですね。きっとあなたの子供たちは楽しい時間を過ごせるでしょう。そう願っています。彼らと美しい思い出を作ることはかけがえのないことです。確かに。さて、あなたとあなたの家族が喜びとリラクゼーションに満ちた素晴らしい休暇を過ごせることを願っています。ありがとうございます。同様に、あなたの休暇があなたが望むすべてであり、それ以上であることを願っています。ありがとうございます。それぞれの休暇を楽しんで、元気を取り戻しましょう。絶対に。忘れられない冒険とふさわしい休暇をご満喫ください。レッスン9、ファッションとスタイル。アンナさん、こんにちは。ワードローブの更新を考えていますか？こんにちは、ジョン。絶対に。
コレクションにトレンディーなアイテムを追加したいです。それは素晴らしいアイデアです。ファッションは自分を表現する素晴らしい方法だ。間違いなく、着るものに自信とスタイリッシュさを感じたいです。私は完全に理解しています。どんな服を考えているの？ステートメントトップスとファッショナブルなジーンズを購入することを検討しています。いい選択だ。ステートメントトップスは、コーディネートにポップな色や面白いパターンを加えることができます。はい、シンプルな見た目を瞬時に高めることができます。そして、トレンディーなジーンズは、様々な場面で多目的に使用できます。絶対に、ドレスアップもドレスダウンもできるアイテムは必須です。クラシックなブレザーにも投資したいです。どんな服装も洗練させてくれる、流行に左右されない一品です。それは賢い投資です。ブレザーはフォーマルにもカジュアルにも着用できます。まさに、用途が広く、ドレス、スカート、さらにはジーンズと合わせることができます。ワードローブにアクセサリーを追加することを考えたことはありますか？はい、ステートメントネックレスとトレンディーなサングラスを探しています。アクセサリーは見た目の完成度に大きな違いをもたらします。さらにタッチを加えてくれます。はい、すぐに衣装をより面白くスタイリッシュにすることができます。絶対に、自分のスタイルを反映した作品を見つけることがすべてです。間違いなく、ありのままの自分を表現するワードローブを作りたいです。それが鍵です。ファッションは個性の延長線上にあるべきだ。これ以上は同意できませんでした。着心地が良く、自信を持って着ることがすべてです。そして、トレンドは現れたり消えたりするので、本当に好きなものを選ぶことが重要です。それは素晴らしい点です。品質と個人的な好みが常に最優先されるべきです。まさに、ファッションとは、自分の肌で自分を表現し、気分を良くすることです。アドバイスありがとうございます。新しいファッションの選択肢を探求し始めることにワクワクしています。どういたしまして、自分だけのスタイルを見つけて楽しんでください。プロセスを楽しんでください。ありがとう。素晴らしい気分になれる作品を選ぶようにするよ。あなたのサポートに感謝します。これ持ってるだろう。自信を持って新しいワードローブを着こなしましょう。幸運を祈ります。レッスン10、ファッションフォワード。こんにちは、アンナ。最近買い物をしていますか？ワードローブの更新を考えています。こんにちは、ジョン。それは素晴らしいアイデアです。新しい服を買うのも大好きです。コレクションにトレンディーなアイテムを追加したいです。何か提案はありますか？絶対に。ステートメントジャケットやスタイリッシュなスニーカーを試してみてはいかがですか？それらは面白そうですね。新しいジャケットとかっこいいスニーカーがいいよ。それは理解できます。
ファッションのトレンドは変わるし、それに遅れずについていくのは楽しい。間違いなく、自信を持ってスタイリッシュな服装をしたいです。色や絵を変えてみようと考えたことはありますか？普段はニュートラルな色にこだわりますが、何か新しいことに挑戦したいと思っています。それは素晴らしい。ポップな色や大胆なパターンを加えると、見た目が格段に上がります。それを心に留めておくよ。たまには自分のコンフォートゾーンから出るのもいいことだ。絶対に。ファッションとは、自分自身を表現し、楽しむことです。私も同感です。おすすめの店やブランドはありますか？予算や個人のスタイルによって異なります。手頃な価格のオプションにはザラや H&M があり、高級ブランドにはグッチやプラダなどがあります。調べてみるよ。幅広い選択肢があるのはいいことだ。間違いなく。そして、オンラインショッピングもお忘れなく。お買い得品やユニークな商品がたくさんあります。そうだね。オンラインショッピングは便利で幅広い選択肢があります。まさに、購入前にサイズ表を確認し、レビューを読むことを忘れないでください。アドバイスありがとうございます。何かを買う前に必ずリサーチをしておきます。問題ありません。情報に通じた買い物客であることは常に良いことです。ところで、具体的に提案したいファッションチェンジはありますか？もっとサステナブルでエシカルなファッションの選択肢があれば素晴らしいと思います。それは素晴らしい提案です。ファッションは環境と労働者の権利に配慮すべきだ。絶対に。サステナビリティを優先するブランドをサポートすることは正しい方向への一歩です。完全に同意します。ファッションに関しては、意識的な選択をすることが大切だ。よく言った。力を合わせれば、ファッション業界に良い影響を与えることができます。確かに、自分の役割を果たし、他の人にも同じことをするように促しましょう。それは計画のように聞こえます。おしゃれで持続可能な未来へ。乾杯。ファッションの選択を通して違いを生み出しましょう。絶対に。目的を持ったファッション。さて、あなたとファッションについて話せてよかったです。アイデアや洞察をありがとう。レッスン11、信頼を築く。こんにちはアンナ。コミュニケーションはどんな関係においても重要です。正直でオープンであることは不可欠です。こんにちはジョン。私は完全に同意します。信頼は透明性とオープンな対話の上に成り立っています。それは理解できます。しかし、時々、人々は間違いを犯して私たちの信頼を壊すことがあります。本当。信頼を再構築することは難しいかもしれませんが、不可能ではありません。それには双方の努力が必要です。間違いなく、誰かがあなたの信頼を裏切った場合、その問題に取り組み、自分の気持ちを伝えることが重要です。
はい、何が起こったのか、そしてそれがあなたにどのような影響を与えたのかについて、正直に話すことが重要です。正しい状況を話し合うことで、相手の行動の影響を理解する機会が与えられます。また、自分の行動に責任を持ち、是正することもできます。まさに、信頼を再構築するには、信頼性と誠実さを示す一貫した行動が必要です。その通りだ。信頼を取り戻すには時間がかかり、その過程を通して辛抱強くいることが重要です。忍耐と理解が鍵です。相手に自分自身を証明する機会を与えることが不可欠です。ただし、境界線を設定し、今後の期待を伝えることも重要です。絶対に、明確な境界を設定することは、信頼を再構築し、将来の誤解を防ぐのに役立ちます。信頼は双方向です。信頼を壊した人だけでなく、相手を許してもう一度チャンスを与えようとする気持ちにも関係します。許しは個人的な決断です。その人が本当に後悔していて、変化にコミットしているかどうかを評価することが重要です。同意した。信頼を再構築することは可能ですが、それには両当事者の努力、コミットメント、一貫した行動が必要です。信頼は壊れやすいものですが、時間と誠実な努力をすれば、それを回復し、強化することさえできます。それは本当です。信頼を再構築することは、個人間の絆を深める変革的な経験になり得ます。絶対に、どんな関係においても、信頼の基盤を築く努力をする価値があります。これ以上は同意できませんでした。信頼は健全で充実したつながりの基礎を形成します。よく言った。信頼を維持するには、オープンなコミュニケーションと誠実さが重要であることを覚えておきましょう。間違いなく、人間関係への信頼を育み、自分自身を信頼するように努めましょう。賢い言葉。これからも周りの人たちと強固で信頼できる関係を築いていきましょう。絶対に。信頼は私たちの生活を豊かにし、お互いを近づける貴重な資産です。さて、この洞察に満ちた会話をありがとう。信頼についてのご意見に感謝します。レッスン12、食事の好み。アンナさん、こんにちは。ベジタリアンダイエットを考えたことはありますか？こんにちは、ジョン。はい、私はそれについて考えました。ベジタリアンのオプションはかなり魅力的に思えます。それは理解できます。多くの人がさまざまな理由でベジタリアンのライフスタイルを選択しています。はい、健康だけでなく環境にも良いと聞きました。絶対に、肉の消費量を減らすことは、地球に良い影響を与える可能性があります。私も同感です。その道を選ぶ人のために、ベジタリアンのオプションが別に用意されているのは素晴らしいことです。間違いなく、これにより、すべての人の食事の好みに確実に対応できます。以前にベジタリアン料理を試したことがありますが、とても美味しくて栄養価が高いです。それは本当です。ベジタリアン料理には、
さまざまな味や食材が揃っています。ベジタリアン料理には様々な野菜、豆類、穀物が含まれていることが多いことに気づきました。はい、豆腐、tempeh、豆などの植物由来のタンパク質は一般的に肉の代わりに使用されます。クリエイティブなシェフがベジタリアン料理を作れるのは魅力的です。絶対に、シンプルな食材を風味豊かで満足のいく料理に変えることができます。ベジタリアンの選択肢があることは、懇親会でのインクルーシビティを促進するのにも役立つと思います。そうだね。そうすれば、誰もが食べるのにふさわしいものを見つけて、仲間だと感じることができます。レストランやケータリング業者がメニューにベジタリアンの選択肢を提供してくれるのはありがたいです。これは、彼らが多様性を重視し、顧客のニーズと好みに依頼ていることを示しています。菜食主義についてどう思いますか？考えたことはありますか？個人的には、ベジタリアンダイエットを完全には取り入れていませんが、肉を使わない食事をルーチンに取り入れることは楽しんでいます。それは素晴らしいアプローチです。自分に合ったバランスを見つけることがすべてです。まさに、お互いの食事の選択を尊重し、サポートし合うことが重要です。同意した。オープンマインドで理解を深めることで、前向きでインクルーシブな環境を育むことができます。絶対に、お互いから学ぶには、このような会話をすることが不可欠です。このトピックについて議論できて嬉しいです。知識と視野を広げるのに役立ちます。これ以上は同意できませんでした。こうした会話を通して、私たちは成長し、理解を深めていくのです。ご意見をお寄せいただきありがとうございます。考えさせられる議論でした。どういたしまして、さまざまな視点に対してオープンにしていただき感謝しています。あなたとお話できて光栄でした。レッスン13、グルーブとムーブ。アンナさん、こんにちは。アイデアがあります。音楽を聴きながらミニパーティーをするのはどう？こんにちは、ジョン。それは楽しい計画のようですね。やる気はあるよ。どんな音楽がおすすめですか？エネルギーを高く保つために、明るい曲をミックスしていきましょう。ポップスやダンスのトラックはいかがですか？素晴らしい選択です。素晴らしい音楽と良い仲間との素晴らしい時間になるでしょう。絶対に、みんなのお気に入りの曲でプレイリストを作成できます。そうすれば、誰もが音楽を楽しむことができます。それは素晴らしいアイデアです。また、様々な好みに応えるために、様々なジャンルを用意することも検討すべきです。そうだね。ロック、ヒップホップ、そしてラテンミュージックも取り入れて、スパイスを効かせることができます。ジャンルの多様性が大好きです。パーティーがみんなにとってより楽しくなるでしょう。まさに、音楽には人々を結びつけ、活気ある雰囲気を作り出す方法があります。確かにそうです。みんなが踊って楽しい時間を過ごしているのをもう想像できます。カラフルなライトやデコレーションを設置して、お祭りの雰囲気を演出することもできます。
それは素晴らしいアイデアです。パーティー体験を高め、より思い出深いものにしてくれるでしょう。そして、小さなダンスフロアをアレンジしてみてはいかがですか？ミニダンスオフでも、フリースタイルでも構いません。ああ、私はそれが大好きです。誰もが自分の動きを見せびらかしたり、友好的な競争をしたりする絶好の機会です。絶対に、みんながリラックスして楽しむチャンスになるでしょう。パーティー中にみんなが楽しめる軽食や飲み物を用意することもできます。それは必需品です。フィンガーフードと爽やかな飲み物を含むミニビュッフェを設定できます。美味しいお菓子は必ず持ってきます。お客様に十分な栄養と水分補給をしていただくことは重要です。ありがとうございます。あなたの寄付はパーティーをさらに楽しいものにするでしょう。どういたしまして。このミニパーティーにはワクワクするよ。思い出に残るイベントになりそうです。これ以上は同意できませんでした。良い音楽、素晴らしい仲間、楽しいアクティビティが組み合わさって素晴らしい時間を過ごせるでしょう。同じ考えでいてくれて嬉しいです。計画を始めて、このパーティーを成功させよう。絶対に、友達に連絡して、今後のイベントについて知らせます。レッスン14、スタイリングのコツ。こんにちはアンナ、ダークウォッシュジーンズを試したことはありますか？いつでも素晴らしいチョイスです。こんにちはジョン。はい、ダークウォッシュジーンズが大好きです。用途が広くスリムです。絶対に、ダークウォッシュのジーンズは、さまざまな場面でドレスアップまたはドレスダウンできます。カジュアルなルックスと洗練されたルックスの両方を作るのに最適です。その通りだ。T シャツと合わせてリラックスした雰囲気にしたり、ブレザーでドレスアップしてフォーマルなイベントにしたりできます。また、ダークウォッシュジーンズは、汚れや血管を隠す場合にも寛容になる傾向があります。はい、暗い色は小さな傷をカモフラージュするのに役立ち、実用的な選択肢です。また、流行に左右されず、決して時代遅れにならないため、多くの人のワードローブの定番でもあります。間違いなく、良いダークウォッシュジーンズに投資するのは常に賢明な決断です。また、様々なトップスや靴と合わせやすく、無限のコーディネートの可能性が広がります。スニーカーと合わせてカジュアルな装いにしたり、夜のお出かけにヒールを履いてドレスアップしたりできます。ダークウォッシュジーンズは、ミニパーティーでもカジュアルな集まりでも、どんな装いにも合う万能なファンデーションです。絶対に、ステートメントベルトやジュエリーなどのアクセサリーを追加して、見た目を良くすることもできます。様々なスタイルを試したり、ユニークな衣装を作ったりするのは素晴らしい時間になるでしょう。確かに、ファッションとは個性を表現し、ワードローブを楽しむことです。それは本当です。ダークウォッシュのジーンズをスタイリングする新しい方法を発見して、自分だけのものにするのはワクワクします。そして、適切なものを見つけることの重要性を忘れないでください。適切にフィットするジーンズは体型を引き立て、自信を高めることができます。絶対に。
体型は人それぞれなので、見栄えを良くするには、適切なフィット感を見つけることが不可欠です。さまざまなブランドやスタイルを試して、自分に最適なものを見つけることをお勧めします。また、スタイリストや知識豊富な友人にアドバイスを求めることを恐れないでください。それは素晴らしいヒントです。他の人から意見を聞くことは、新しいスタイルを発見し、ファッションの視野を広げるのに役立ちます。間違いなく。ファッションは進化し続ける世界であり、常に新しいことを学び、探求すべきことがあります。よく言った。私たちの個人的なスタイルを取り入れて、ダークウォッシュのジーンズを試して楽しんでみましょう。絶対に。ファッションはエキサイティングな旅です。そのすべてのステップを楽しみましょう。この魅力的な会話をありがとう。ダークウォッシュジーンズのスタイリングについて多くのことを学びました。レッスン15、セキュリティ対策。アンナさん、こんにちは。銀行の貸金庫にアクセスしてみたことはありますか？こんにちは、ジョン。はい、最近行ったのですが、営業時間中にしかアクセスできないとのことでした。それは理解できます。彼らは私たちの所持品を保護するために厳格なセキュリティ対策を講じています。貴重品の安全を確保するための彼らの取り組みに感謝します。絶対に、特に重要な書類や所持品に関しては、安全対策を講じることが重要です。私も同感です。私たちのアイテムがしっかり保護されていることを知っているので、安心できます。間違いなく、誰にも貸金庫に不正にアクセスさせたくない。いいえ、セキュリティ上の理由から、このような機密エリアへのアクセスを制御することが不可欠です。利便性よりもセキュリティを優先していることを嬉しく思います。顧客の安全に対する彼らの献身的な姿勢が現れています。絶対に。我々の所持品が安全だということなら、不便を払うだけの価値がある。また、貸金庫に保管している品物の記録を残しておくのもいいと思います。それは賢い提案です。所有しているものを追跡するのに役立ち、保護をさらに強化できます。まさに、何が入っているかを把握し、定期的にインベントリーを更新することが重要です。重要な書類のデジタルコピーをセーフティーボックスに保存している人もいると聞きました。これは、オリジナルに何かあったとしても、バックアップを取っておくための賢い方法です。貴重な情報を保護するために、常に準備を整え、予防策を講じることをお勧めします。間違いなく、個人の持ち物やデータを保護することの重要性を過小評価してはなりません。同意した。セキュリティの問題に関しては、後悔するよりは安全である方が良い。貸金庫を安全に保つために銀行が講じた措置に感謝しています。私も、自分の持ち物がきちんと管理されているという自信を与えてくれます。絶対に、これからも生活のあらゆる面でセキュリティを優先していきましょう。レッスン16、ランドリーピックアップ。こんにちは、アンナ。さっきコインランドリーに服を下ろしました。ところで、
服は何時に出来上がる予定ですか？こんにちは。通常、洗濯が完了するまでに約24から48時間かかります。お迎えの時間は教えてもらえましたか？はい、明日の午後に迎えに行く準備ができているとのことでした。きれいな服が戻ってくるのを楽しみにしています。それは素晴らしい。新鮮できれいな服を着ていると、いつも満足感があります。間違いない。いい香りがして、見た目もカリッとした服を着ると気持ちいい。ところで、ランドリーサービスの注意事項はありますか？はい、デリケートなアイテムには刺激の少ない洗剤を使い、色と白を分けるように頼みました。それはいい考えだ。色落ちや衣類へのダメージを防ぐのに役立ちます。まさに、服の状態をきちんと保ちたいんだ。コインランドリーを使う代わりに家で洗濯することを考えたことはありますか？考えてみたけど、家に洗濯機がない。それに、全部自分でやるのは時間がかかる。わかりました。コインランドリーを使うと便利です。特に洗濯する服がたくさんあるときです。はい、時間と労力を節約できます。掃除をしている間、服を脱いで他のことに集中できます。それは本当です。特に忙しい人にとっては実用的な選択です。絶対に、心配する雑用が一つ減りました。ところで、コインランドリーの洗濯で困ったことはありますか？そうでもない。いつも頼りになるし、私の服もいい仕事をしてくれた。それは聞いてよかった。信頼できるランドリーサービスを見つけることが重要です。間違いなく、しばらく同じコインランドリーに行っていますが、いつも素晴らしいサービスを提供してくれました。それは素晴らしい。服がちゃんと手元に届いていると分かって心強いです。はい、安心できます。洗濯物の処理は任せられます。